そうそういういただきます。美味しい。こんな日本語訳なるという。そうそういう。文化祭ではないけど、焼きそばパンを作るっていう。普段は300度ぐらい。一番強くすると320、30度までは差別化を図るために温度に合わせた焼き方をしてるということで、もう昔からこの焼き方とこの温度で合わせる。温度が強いとやっぱり焦げやすいっていうのと火の通し方が難しいですね。やっぱりマニュアルはほとんどないんですよ。もう全部その時の感覚でやってます。早く提供もできますし、短時間で焼くと旨味を外に逃がさないという利点があるんですね。中華料理の高温でさっと炒めるのと同じように旨味を外に逃がさないためにこの焼き方は理に合ってるんじゃないかなと思いますね。でも難しくなりますよね、そうですね。だから手を早くしないとね。ですよね。ぼやぼやしてたらお好みが真っ黒系になるので。あと何個？あるんです。まだ塩パセリだとか。
何が食べたいですか？あ、私ですか？一通り焼いてみて味をね。いいんでしょうか？もちろんですね。ありがとうございます。味に味。カキ食べたいでしょ？はい。はい。こんなにも見えなくなるという。冠商品。3種類。はい。つけて食べるんですね、広島と。豚は、いつも皆さんでお米食べるんですね。そうです。終わった後にね。これとおでんのこれね。いただきます。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、これやってくださいね。はい、ありがとうございます。はい。焼きそばに牡蠣ですよ。いやー、ありがとうございます。はい。いただきます。はい。乾杯です。いきまいただきます。最高ですね。す。美味しいわ、これ。いただきます。はい、いただきます。竹原焼き。こっち食べ。餅の塊。ここ毎日焼いててもね、結構食べるんですよ。仲いいですね。ね。仲良し。仲良し。仲良し。
牛レッドとお好み焼きがお持ち帰りで。そうなの。お持ち帰りもできます。3枚で1枚がチーズ餅とチーズ。餅とチーズ1枚で。分かった12時にね3枚ねはい。お願いします。ありがとうございます。お金します。ありがとうございますはいどうもありがとうございますありがとうございます。またお願いします。
入ってない。もう食材は会計士さんに怒られるぐらいフラットだ。結構お好み焼きって安く揚げようと思ったら結構安く上がる料理なんですけど、やはり料理として考えるとやっぱりしっかりしたものを使って自分が食べて美味しいもの、自信を持ってるものをやっぱり出したいですね。ミックス。焼肉かな。あと焼きそばが6人前。つまみがいいな。どう？こんなもん。どうなんでしょうか。
おはようございます。はい、いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、いらっしゃい。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。お疲れ様でした。どうぞ。いつもありがとうございます。ああ、どうも。ありがとうございます。ありがとうございました。同じです。はい、お待たせしました。人を楽しませたりすることが好きで、自分が喜ばせたら絶対また喜ばせてもらえてるので、お客さんにこちらからの一方通行じゃなくて本当にいつもキャッチボールする感じです。ありがとうございました。お待たせしました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、425円の会議。ありがとうございます。はい、うどんのダブルです。うどんのダブルですね。持ち帰りで食ってます。じゃあ、美味しい。
親子でやっぱ仕事するって、なかなか幸せなことですよね。なかなかね、時代が親子の代が違うだろう、考え方もそういうことで、いろいろこう、条件かも。そうなんですか。この時は私もまだ元気だったからな、もうだんだんと若い者には勝てなかったし、仕事の楽しいところってどういうとこ授業もなんぼやれないと成り立っていかねば楽しいこともないから、継続を続けて辛抱して続けようということがだんだんと力になってくる、そういう面が楽しい、休むとお客さんに迷惑かける、最初はそういう考えだった、一日でも休まんよ続けてやったいことが今になって思うね。長年働くともう大体相手が何を考えてるとかね、そういうのも分かってきますし、鉄板の前に立った時だけが仕事の顔になってお互いがずっとやり続けてるっていうのはね、やっぱりすごいことだと思うし、この高齢でねまだ鉄板の前に立ち続けてるっていうのは尊敬できると